はい、こんにちは。今回はスリングショットとこの間紹介したコンパウンドボウですね。どちらがどれぐらい強力なのかというのを計測していきたいと思います。まあともあれめっちゃ危険なので場所を移動します。山奥へ。で、どうやって威力を計測するのかというと、弾丸ゼラチンというものを使用します。僕も初耳だったんですが、テレビのね、衝撃映像とかで見る作ったのでとりあえずご覧ください。はい、こちらでございますなんだこれ。これを、スリングショットとコンパウンドボウ両方で打ち抜いて、どこまで深く、いったかで計測したいと思います。ちなみに使用する弾は同じ 10mm の高級です。はい、こんな感じでシュールすぎるなおい、ちゃんとバックストップを確保した上で弾丸ゼラチンを段ボールの上に乗っけて、ここに打ち込んでいきたいと思います。ではまずスリングショットから。おー、なかなかですね。何センチぐらいかな。まあ後で測ってみますけど、いいね、なんかかっこいいね、めり込み方が。次コンパウンドボウいきます。はい、というわけで結果が出ました。想像より面白い。これがスリングショット。で、これはね、ちょっと外れて、下の方に行き過ぎちゃったコンパウンドですけど、もう一発やり直して、こっちが本茶のコンパウンドです。すごい距離違いますよね、やっぱりね。ちょっとセンチ測ってみます。はい、だいたいね、スリングショットが 5.5 センチ。で、コンパウンドボウが17センチなので、約3倍ですね。まあ、これを、力学的にどうなんだろうな。3倍の威力があると言っていいのかどうかはちょっとわからないですが、まあ、やっぱりね、威力は桁違いですよね。でね、とはいえ、僕の持ってるコンパウンドボウって多分ね、ものすごい弱いんですよ。カタログの数字によれば、30ポンドから60ポンドって書いてあるので、で、届いたまんまの状態で使ってるので多分30ポンドだと思うんです。だからこの思いっきり引いた状態がね、の張力が15キロかな。思いっきりじゃないわ。途中の一番荷重のかかった状態が15キロ。そのコンパウンドにしたら全然弱い部類なので、それでもね、スリングショットとこの威力の違いは一目瞭然ですね。とはいえ、スリングショットもね、以前チートンさんと、コラボした時にチートンさんのスリングショットはめちゃくちゃ強かったので、スリングショットのそのバンドにも依存しますので、一概にどっちが強いってのは判断できかねますが、ただまあ構造としてはね、やっぱりコンパウンドボウにかなうものはないですね、今のところ。はい、そんな感じでコンパウンドボウとスリングショットの実験でした。どうもご視聴ありがとうございます。狩猟を中心とした山ライフの映像をこれからも上げていきたいと思いますので、チャンネル登録
よろしくお願いします。